さあ始まりましたけども、はい。今日は何の企画ですかね。今日はですね、元力士に会いに行こうという企画でございます。元力士に会いに行こう。す。はい。これいい企画ですよね。気になりますからね。ご無沙汰してます。何を皆さんしているのか。どうされてますかということですね。そういうことです。あれ、もしかしてメンバーに入ってから初のロケ、っていうことになるんですかね。そうでございます。ほら、今日が初で。おめでとうございます。よろしくお願いします。僕は絶対入らないので。僕もこんなに出てるのに。僕も絶対。こんなに出てるのに。それだけは絶対入らないです。いや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 。もうメンバー入りって言っても過言ではないです。めっちゃ首振ってるけど。絶対入らない。めっちゃ首振ってますけどね。揺れてるのはほっぺただけです。今日はどこですか？今日はですね、松鳳山関のお店にやってまいりました。ああ、なるほど、あちらですね。あちらの、ここにデカデカとですね。こちらですね。焼肉ホルモン松鳳山。なるほど。そしてそのお店がいよいよこの建物の上にあるということで。2階でございますね。いや、船橋やっぱりお客さん多いですからね。人通りもね。なんといっても駅から近いというところがね。それではですね、早速行きたいと思います。はい。まあその前にですね、チャンネル登録、高評価、そしてグッドボタンをね、あとシェアもよろしくお願いいたします。はい。行きましょう。親方チャンネル。さあ、それでは早速店内の方に入っていきたいと思います。はい。楽しみですね。失礼いたします。お邪魔します。お邪魔します。おお、先輩、お久しぶりです。お久しぶりです。ほら皆さん、もう見覚えありますよね。はい、元小結松鳳山の松谷優也さんです。今日はお忙しい中ありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いします。一この大先輩にね。大先輩ですよ。今日はもう歓迎ですけども、いいんですか？お邪魔して。ありがとうございます。ぜひ。嬉しいですね。もうじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくなんでね、まずは店内の方に進んでいきたいと思いますけども。ちょっと待ってください。どうした？早速なんですけど、はい。これバッキーじゃないですか？お、これバキ？これどうしたんですか？これも板垣先生に来て書いていただきました。すごい。直で。お前日付入った。すごっ。この辺に洗いそうって書いてないんですよ。いやいらない。ダメ。さあ店内も結構ね客席もしっかりだってすごいじゃないですか。見てください。出ました宮崎牛。世界に誇る宮崎牛。これね、やっぱり幕内優勝したら宮崎牛ですから。ゆかりのあるね。ゆかりのあると言ったら自分も宮崎出身なんで。いつから宮崎？最初から。出身は生まれた時から。全然知らなかった。出身はもう宮崎なんで。めっちゃ初耳。なんか近いところあるな。本当ですか？こちら。ぜひカメラアップにしていただいて、現役の頃の化粧回しも飾られておりますね。すごい。三章の。はい。ね、取られたことはありましたかね、三章ね。自分はないんですよ。2回ぐらいありましたよね。3勝12敗はあるんですけど。3勝はないんですよ。ない。はい。3勝12敗はある。どうですか、これ皆さん。いや、やっぱこう現役の頃にね。よく見てましたよね。生で見れるってなかなかないですから。いや、まあなんせ強かったですからね、そもそもが。僕はどちらかというとやっぱ化粧回しよりもイメージなんですよ。窓のね、窓のイメージね。わかります？もう取り組む前のね、この行くぞっていうね。怖かったですからね。怖かったですね。ちょっと待ってくれ。断髪式の写真ほら見て。断髪式の。やばい。ちょっと待って。もうこれね、いや僕参加したんですけど、思い出すだけで。大丈夫。いやちょっと。いやちょっとやっぱあの頃思い出してですね。全然泣いてない。全然泣いてない。じゃあせっかくなんで座っていただいて早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。改めましてご紹介いたします松崎しげるさんです。どうもありがとうございます。松崎しげるです。愛のメモリー歌ってます。違う。色だけ。松違いでした。はい。元小結松鳳山の松谷優也さんです。よろしくお願いします。いや、もうなんかお久しぶりですねみたいなオープニングで入ってきましたけど、一番来てるから。まあ一番来てますね。そう、教会で一番この店来てる俺ね。めちゃくちゃ仲いい。店以外でもめっちゃ合ってるし。ロケお願いするならもうここなのかなっていうね。どうですか最近は焼肉屋さんの方は。
いやまあまあぼちぼち細々やらせてもらってます。いや全然そんなことないですよ。もう見てください、店内もうとぶとっとしてますよ。いやいやいやきらびやかな。すごいですから。はいあれ対戦は？自分は3、4回ありますね。まあ自分が連敗ストッパーでしたね。だから自分チェイサーみたいな。自分は必死こいてたんですけど、一回も勝ったことないんですよ。そうなんですか？まあも一回も勝ったことない。う次の日の対戦相手見ては琴恵光よし勝った。いやいや、息抜きにしないでください。もうカモヤ言ってますよ。何息抜きにしてるんですか。自分からしたら多分相性良かったんで。まあまあね、相性ってありますもんね。はいだってほら横綱倒してね、三役力士になってなんだってね、3勝も取ってるわけなんで、3勝いくつ取られてるんでしょう？ 3対4つです。 4つですよ、4つ。でも対戦多いんじゃないですか。相手親方結と。構ありますよ。そうですね。多分10回ぐらい10はい回近くあるんですよね。多分ありますあります。というかそのやっぱ仲がいいがゆえに土俵上がった時だけはやっぱりもう先輩後輩なくもうバチバチ行こうぜっていうのがあって、もう時にはほら土俵の真ん中で睨み合いして動かんかったこととかあるじゃないですか。お客さんもうわー湧いてて、闘志おいむき出しで行くぞ行くぞみたいなんで、そういう時にかけて滑るんですよ。空回りして。空回りして。今日はいろいろとちょっとね、はいメニューの方もね紹介していただきながらね、どういうふうにね辞めた後ねはい。されてたかっていうのもお聞きしながら行こうと思ってますのでね、はいぜひよろしくお願いいたしよます。ろしくお願いします。まあおすすめの一品をと言いたいところではあるんですけどもね、はいめちゃくちゃ来てますからそうですね。僕もめちゃくちゃ来てるんで、はっきり言ってマスターいつものこんな感じで、ね、出てくるようなメニューなんていうのが、ね、ありましてね、ぜひちょっとそっちをねはい出していただきたいと思うので、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあマスターいつものはい。気になるな。いつもどんなの食べてんのか。いやもうねそれが美味しすぎて、まずまずそれを頼んでからスそうタート。それ行った後に何を頼むかっていうとこおろなんです。お来ましたかついに。お待たせしました。はい荒磯スペシャルです。出ましたあーすごい。荒磯スペシャルです見てくださいこれ。ちょっと光ってないですかこれ。いや色綺麗。いつも出してもらってますけど、今日はいつになくいいのありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんでこのお肉の紹介とかしていただいていいですか。サーロインの炙サーロインりとヒレ、カルビ、タン、ハラミですね。もう一通りですよね。はいこれがスペシャルなんですね。はいもうはいわがままなんで、わがままが服着て歩いてる感じなんで。わかりやすい。ちなみにこれはお値段の方はいくらで出してもらってるんですかね。これは今3万円ですね。 3万円、はい。まあ消費税入れて3万3000 3万3000円円。はい。でこれもしね、はい今後ね皆さんこれ荒磯スペシャルでってご注文される方いらっしゃるとするじゃないですか。はい。 3万3000円でしょうかそうですね。3万3000円なんで、じゃあ。のままそこをいやなんとそこをかなんとかなりいやいやませんか。きついのは分かりますけど、すごい3万皆さん見てるんで。うんそうですね。もう荒磯親方の顔に免じて3万円でやらせていたそう、だきありがいやありがとうございます。とうございます。じゃあ3000円切ってくれるということでます。はい。条件みたいな。なんかあるんですか。数量限定とかそんな感じですか。事前予約で、ははい。自然連絡していただいて、いなるほど、はいそしたら漏れなく3万円で出しますということで、はいどんだけい懐深いね。やーでかい予約器していただが。ければ。ありがとうございます。ありがとうございまということでこの荒磯スペシャルというのがいねやー出てきましたので、これは自分のいつものスペシャルお願いしてもいいですか。かしこまりました。失礼いたします。はい。お車スペシャル。ちょっと待ってください。ちょっと待って、全ちょっと待って、ちょっと待ってこれ、ちょっと待って、すんごいヘルシ一個だけ確認していい、はいベジタリアン。ー。いやいやちゃんと焼肉屋さんですよね。はい、い一言言いまして、肉頼め。野菜やろっていや肉頼め。まずはやっぱ野菜からいってっていうことああ、なるほどね。自分は。ね、はいもうだからスペシャルっていうからこれしか食べられない。いやいや焼き野菜専門店ちゃうから。はい焼肉屋さんですからね。なるほどなるほど。はいはい最初に野菜食べつつ、まあこういうね、おこっちに来肉てるってこともですね。はもちろん食べます。もちろんありますね。本当のお車スペシャル。そうでしょ。もうはい慌てるって。もちろん。これメインとあ、かよやってよ。よかった。それはもうもちろんご用意させていただきます。はいよか。ったです。聞いてくださいよはい。お任せください。さあ何食うんだやろ。お、ちょっと出し待って。方が違うんですよ。なんなんこれ。やっぱり出し方がですね。ははい。これはお車スペシャルなんで。いちょっと待って、何？ちょっと待って、いいんですか？カウントいきます？これもカウントいきます？とっておきのやつですから。じゃあはいカウントの方お願いしまはいす。。それでは3、2、1オープン。バナナって。バナナ。この店バナナ置いてるんですか。違う。あのさ、
いやとっておき感はあるよ、はい。でもこのスペシャルは稽古前のあなたやあ、間違えた。今から稽古する時のあなたの稽古スペシャル前のエネルギー摂取でした。よう出してくれたなちゃんと準備してもらって、すいません、ありがとうござい元気ます。な頃思い出してもらってなるほど、はいバナナバナナバナナね、はい元気出ますけど、そういうことじゃないですか。いやしかも一本って草で来い行くなら親方チャンネルそれでは早速焼いていただきましょう俺が行くのいや俺それはもうほんなら焼き加減とかありますやんぜひぜひぜひいやでもこれ普段皆さんないですからね今日はもうね特別にねそうですねやっぱ焼き加減とかもあるんですどれからいきましょうか何からいきますか一回毎回やるんですよこれ一回ああ、いい音が。もうねバナナは焼かなくていいいやいや、バナナ、焼きバナナじゃないです。そしてこ自こで焼く分の肉食べさせてください。甘みますでしょじゃあこれさバナナのしてもうこれ全部いっぱいやからバナナで終わるから真ん中乗せれる真ん中にね真ん中にね皮ごとねすげえうまそうう真んわ中に乗せれるすごいうまそうおーどうでしょう楽しみだな。おいやどうしますおありがとうございますじゃあぜひちょっと俺の親方のお皿いいにもですか？直接お願いいたしありがとうございますこれじゃあ早速いただいていいんですか手を合わせましょうかはい。肉に感謝いや、そして全ての生命に感謝すごい独特。それではいただきますいただきます。すごい独特。触れてなんか触れてすごいいやいや独特。なんか怖いやんさあせっかくなんでいただきましょうはい、熱々のうちに。いはいじゃあいただきますただきます。うまいおいしい。やっぱいつ食べてもうまいっすわありがとうございます全然違いますね、歯ごたえが。甘いよね肉が甘いありがとうございますやっぱり旨味がもうドッときますね。続きましてどれいきましょうかカルビいきますかあカルビいきましょういいですねあ、色綺麗。いいですね勇気大好きなカルビを僕めちゃくちゃカルビ好きなんですよカルビ好き。このカルビは何人前食っても胃もたれしないですうわ。って言ったらあするわって言ってましたけどうわー見てくださいうわ、喜んでる。なんかお店来ていただいて食べていただくんですけど、まあ、大体大方食べ終わるじゃないですかじゃあもう食べ終わって締め入るかなと思った瞬間にカルビ2人前くださいみたいなあまだ行くんだみたいな閉まる前にもう一回カルビ。カルビとライスもみたいな、なんなら僕ぐらいになるとちょっとカルビで締まっちゃうような感じもあってカルビで始まりカルビで終わるみ見たいなたことない。大体最後あっさりめで。冷麺行ったりとかで大体そんな感じなんですけど熱々なんでいっちゃうぜ今度はタレでいただきますよし。はい溶けたもう。わか本当になくるなる。噛んでないけど入っていったから肉側から肉側から入って肉側からずーっと食堂に入り込んできてるからこれはもう歯いらないですね。じゃあ取っていいですかそれはだいぶ師匠がそれぐらい柔らかい。確かにめっちゃ柔らかいこだわりはどこなんですかうちはもうやっぱり肉の鮮度と品質管理そういうのにやっぱすごい徹底してるのでより新鮮なものをやっぱお客さんに食べていただくっていう現役の時から焼肉好きでしたもんね焼肉好きでしたねよく言ってましたよねそういえば言ってましたねね本当にはもう本当にめちゃくちゃ食べるんですよこの人本当に全員思い返せば次行こうか言うてからも僕だけは食べてましたからねもう会計しようかってところでもう一回ちょっとカルビとライスいや3回ぐらいまだ3回ぐらい繰り返すまだ行くってそいうんなに。いやもうこっちも閉まってるのはいしっかりもう閉まってうわもう腹いっぱいだってもういいよもう食えないよちょっともう一回カルビちょっそういうのない経験ないいやないですね。いやいやいやさすがに締めカルビはやったことないです。おかしいやっぱ体の構造がやっぱ違うんですいやいやよね。そろそろ終わろうかってなってもそのカルビとライスの声が聞こえてくるみたいな現状ないですかとないもう一発俺呼ばれてるかもしれないいやいやあれいやそんな。これじゃ終われないいやこれじゃ帰れないみたいなね行くんですかちょっと待ってください行くんですかそ行きましょうれいいんですかかはいいいんですかお願いします。これはもういいんですかうわーごっつい。見て分厚い。ほらうわこれが噂のヒレですわヒレですかヒレこれがです。わ周り焼いてキッチンの方でもう一回切ってもらってああなるほど。めちゃくちゃいいですこれが気になってること言っていいですかこれヒレでしょね関西行ったらこれヘレ言うんですよあーそうですでも結構いいホテル行ったらフィレって言うでしょ思いますねなんか同じですよね肉まあ一緒ですねねまあ呼び方その地方によって呼び方違うんですよねねすっはいごいおしゃれなレストランとか行ったら牛フィレ肉って言うんですよ
でも関西のちょっとした焼肉屋行ったらヘレって書いてますよ紙で書いてあるんですよヘレヘレって今日楽しいわ。やっぱり昔対戦したさ、先輩やっぱり僕たちがしたらやっぱり一門のね、そうですね。先輩たちやっぱりしのぎを削ってやってきたね。やっぱり大先輩がやっぱりこうやって肉やられてるっていうのはね。全く違う業種ですけど、ねえ。やっぱりこんだけこう第二の人生を輝かせるという素晴らしいですね。自分がやっぱり焼肉好きやからっていうのはあるんでしょうね。まあそうですね。すげえおーすげえすげえ。うーわほらすごい。見てこれ見てください。もう見てください。こうもう見てるだけではい楽しめる。これも見てください。はいあーわさびに合う。はいこれも土俵の塩です。見てください。土俵の塩ではないですよ。稽古場から持ってきましいやいやた。稽古場の塩持ではない。参してきました。ちゃんとお店の。あお店の塩。はい。今もうカッティングしてくれましたけどどうですか。もうこれぐらいが今食べ頃ですかね。まあここからまあお好きな焼き加減でもう一回なるほど。ちなみに俺前だったらここからよく焼き派ですかそれともこいやのままの。自分はこのまま行きたいはい派です。同じくでございます。は油もしっかりしてるんでわさび結構多めにつけてもあなるほど、はいわさびとじゃあ塩と。じゃあ多めにわさびの方ぜひよろしくお願いします。多めにですよ。おおいいですね。これぐらいいっていいんですか。もっといってもいいぐらいですけどね。もっといっていいんですか。僕は結構がっつりいくの好きなんでもっといってもいいぐらいです。本当に。はい。あそれぐらいいいですね。いやいやすごくいい。これ大変なことならすごくいいです大丈夫ですか。結構いいですこれぐらいで。これと塩ですか。これ結構いい食べ方だと思うんですよ。僕結構これやるんで、だからわさびいつも多めでって言うんですけどね。早速、はいいただきます。どうぞ。どうでしょうか。あでも美味しい。美味しいでしょ。美味しい。わかります。合うわさびと。買ってくるけど癖になるでしょ。今すごい今ちょっと違う世界行ってました。私もちょっと一口だけいただいていいですかね。がっつりね。いやちっさ。こうさんだけ言ってた割に。こうですよ。これが本当に美味しい食べ方ですよ。いやそれはそうでしょうね。それは程よいから。やめちゃくちゃ美味しい。っぱいいお肉と塩と素材の味でこう味わえるんですよね。はい、じゃあ早速食べていきましょうか。はい、いただいていきましょう。ちょっと待ってー。はい。量熱いなこのお寿司はほんで。見てください。うわすごい。あっちちょっと待って。ちょっと熱い。これ普段は何杯ぐらいかかるんですか。これは。これ僕平気で3、4杯いきますよね。いきますね。 3、4杯。まあいろいろでもね聞きながらね。はい。マサイさんは相撲界に入るきっかけっていうのはどういう流れだったんですか。まあ自分たちで結構就職氷河期で大学卒業する時ぐらいの就職活動が大学3年生の時に始まった時に、いやここまで何やってきたかなとかいろいろ考えたんですよ。どんな就職先とかいろいろ考えたんですけど、ここまで何やってきたかなと思った時にやっぱ大相撲挑戦してみたいなと思って相撲をずっとやってきたんで、ちょっと自信もあったんで一回やってみたいなと、どこまでいけるかなっていうふうに、試してみたいなと思って、その気持ちが大相撲に向いたっていうことですね。そうですね。はい。でめちゃめちゃずっと食べてますけど話をするんですよ。あ食べましょうと言ったんですけど集中してくださいとは言っていやいやないんですよ。号令かかったからもうバンバンいっていいちょっと話しながらっていうテーマなんですよ。そういうことなのね。はい。で現役は何年ぐらい。16年ですね。あ16年。結構やってるよ。こう長いです、ね。16年。いろんな16年やったんですけど、思い出の一番とかなんかありますか。一番やっぱ思い出に残ったのはやっぱみんなやっぱ勝った相撲をあげるんですけど、自分は引退前の5月場所で14日目に千代の国と対戦した時に負けた時にいつもだったらクソと思うんですけど、その時全く思わなかったんですよ。ああなんかやりきったなって、ああなるほど、なんか出し切ったわと思って、それで多分引退かなって、そこで感じた。話聞いてないし。違う親方結構いい話。今すごいいい話をしてるんですけど、米と肉がっつりいってましたけど、そういう回じゃないんですよ。今米旬だから。いやいや今が旬だ分かるけど、から。今熱々が旬だから。けどところがですよ、こうやって食べながらでもねちゃんと聞いてるわけなんですよ。私はやっぱり力士っていうのはね、負けても悔しくなくなったら終わりなんですよ。そういうことですよね。まとめたけどまとめた風だけど、天丼した同じこと言ってますからね。あ、そう同じこと言ってた。でもやっぱりさ、学生の人ね
よくあるけど、大学まで行ってるとやっぱこの年齢のこともあって15歳で入門してこれるやっぱり決まりにはなってるけども、ちょっとずつやっぱ焦るじゃないですか、先がやっぱり。でもそんな中で大体ほら15で入門して25真ん中、30超えてきたらもうなんかこうレジェンドだなって言われるような中でですね、おいくつまで取られてるんですか？ 38ですね。38まで取ってるわけだから。そしてやっぱ大半の人がこの勝った相撲を上げてる中で負けた相撲を上げられるっていうのがやっぱりこの相撲の好きな証なんですよね、絶対ね。ほんと相撲好きでしたよね。いや、そんなことないですよ。僕これはっきり言います。この稽古する詐欺の人結構いるんですよ。俺今日稽古するからって言って結局しないみたいな人結構いるんですけど、この人しない詐欺。俺今日稽古しないからって言ってても絶対するから。毎日するから、この人。本当にそれが巡業であろうと必ず現れるんですよ、土俵に。でバッと見るじゃないですか。あ、今日松井さん稽古せんのやなっつって。あ、じゃあちょっと人数少ないかなと思ったらその時間だったら元につくよって、やっぱりそれ、だからこそ長いんですよね、土俵の人生。相撲取るの楽しかったですからね。やっぱ決してほら大柄な体ではないけども、やっぱり負けた相撲も上げたけど、僕としてはやっぱり涙のね、春馬富士破った金星ですよね。いやー、あれは印象的でしたね。もうごめんなさい、はっきり言って僕も泣きました、あれは。ありがとうございます。男泣きはやられました、はっきり言って。すぐ LINE 送りましたもんね。くれましたね。いや、本当兄貴っつって、もうやばかったっつって、男見たっつって。どうでした、やっぱ初めて破った時って。最初やっぱ勝って、うわ、勝っちゃったってやっぱ思ったんですね、一番最初やっぱり。で、やっぱなんか座布団ブワン待ってて、ふと我に返る瞬間っていうのがやっぱ土俵の上にやっぱあるんだなって、それはやっぱ感じましたね。やっぱその瞬間やっぱもう涙がこう感情がもう溢れてきちゃったんで。やっぱその時の映像を見ても、やっぱ勝った瞬間は俺の形相の顔やったんですけどね、勝ち名乗りを受けて懸賞金をもらう時に涙が溢れてきてましたもんね。そうですね、なんかもう今までなんかこの感じたことない感情がこうぶわーって上がってきましたね。いや、もうめちゃくちゃわかります。もうね、ここにいるメンバーならもう全員がその気持ちね、わかると思いますけどね。横綱倒してね。すみません、自分横綱倒したことないです。あれなかったんですけど、泣きそうになりました。負けたんですけど、初対戦の時に、でもなんか自分中卒で入ってるんで、もうなんか横綱に当たるまでがもうめちゃくちゃ長かったんですよ。で、初めての対戦の時になんか結びで取るのも初めてでしたし、自分が一番最後に取る、そして横綱と取るっていうそのなんかいろんな感情、もちろん相撲も取らないといけないですし、その終わった時に泣きそうになりましたね。なんか行く前から泣いてましたもんね。いやいや、泣いてはないけど、泣いてはない、泣きそうになる。泣きそうになった。なんか感情がいろんな感情出てきて、そりゃそうですよ。やっぱりみんなそこを目指してね、やっぱり横綱、いつか横綱になるっていうことを目指してやっぱり少なからずやってるわけなんでね、その気持ちは分かりますよね。でもなんかそれを得て、なんでまたこの焼肉屋さんになろうということを選ばれたんですか？引退する前とかにはもうなんかちょっと飲食店にすごい興味があったんですよ。やってみたいなってすごい興味があって、一回飲食店やりたいなと思って、飲食店もやっぱいろいろあるじゃないですか。まあいろんなこと考えて、ちゃんこ屋さんも考えたんですけど、こんだけ気温が暑くなった中、ちょっと夏にちゃんこは自分自身が食べたくないと思ったんで、やっぱちゃんこ屋さんはちょっとないかな。やっぱこう自分がやっぱこう自由になるべく動ける状態がいいかなと思って、人に何か言われた時に「あ、大丈夫です、いけますよ」とか、そういう風な状態をなるべく作りたいと思って、1から10まで自分で調理する場合はもう絶対調理して提供しないといけないじゃないですか。それってやっぱすごい大変じゃないですか。絶対自分が抜けられないっていう状況なので、そしたらやっぱりこうお客様にやっぱお肉を提供してお客様に焼いて調理をしていただく、その方がやっぱりこうワンチャン自分がこう用事があってお店にいなくてもお店がちゃんと回るかなって、なるほどね、のも思って焼肉屋にしよう。まあ今現状そんな感じで、回ってるので、まあそんなこと言ってますけど、僕が見る限りこの人必ず店いますから。いや、結局任せてないから。なるほど。それが焼肉ホルモン松鳳山の僕、良さだと思うんですよ。そうですね。本当よっぽど用事がない限りは僕は店にはいるようにはしてるんで、で僕はいつも彼を見てるので見落とさないことが2つあるんですよ。で1つはいつもここにいる、ね、もうよっぽどなことない限りはいつもここにいる。でそしてお客さんを見送るときにエレベーター閉まるじゃないですか。エレベーター閉まるときに「ありがとうございました、失礼します」って言ってエレベーター閉じ切るまで頭下げてます。僕見ちゃったんですよ、それを。うわ、すごいこの人っていう、やっぱそこがちょっと相撲に通ずるっていうか、やっぱり礼に始まり礼に終わる、そういう礼節を重んじる世界で生きてきただけに、そのお客様を大切にするみたいな気持ちがなんかそういうところで見えて、この先輩についてきてよかったなっていうようなところを見たんですけど、その辺どうですか？
ご自分で意識されてますよね、絶対ね。そうですね、やっぱり最後しっかりお見送りしてエレベーター閉まるまでしっかり頭下げてありがとうございましたって閉まるまでやるっていうのはもう常にやらさせてもらってます。だからやっぱり納得いかなくてもどんなに悔しくてもやっぱり負けてからもきっちりやっぱり頭下げられてましたもん。下げてない現役中は全然下がってないのよ。下げたつもりで下がってないのよ。そのね経験があるそれからこそも得て、そうですね。いやいや今下げてこうかな。映像後々見たらさ、やっぱ負けた時ってさあんまり下がってないのよ。ちょっと悔しすぎて悔しさが出すぎ悔しすぎてなんかですみたいな。でもやっぱりこの引退してね地元に帰られる方も多いじゃないですか、まあ言ったら福岡築城町出身で、やっぱり地元の方の応援もあったと思うんですけど、なぜあえてこの船橋という土地で焼肉に挑戦しようっていう気持ちにまずなったんですか。地元帰らないっていう選択だったじゃないですか。はい、自分はもう、入門して船橋に来て16年間船橋で現役やらさせてもらって、やっぱ船橋っていうやっぱ土地にやっぱ愛着がすごいあってですね、引退してやっぱこうすぐこう地元帰ったりとかなんかこう別のところに移動したりとか、引っ越したりとかする人いると思うんですけど、自分はなんかちょっと船橋愛着あってそれができなかった船橋から離れられなかったんですよ。なんでやっぱ船橋に部屋があってすごい応援もしていただいたので第二の人生のスタートやっぱ船橋からスタートしたいなと思ったんで船橋から。いやー熱いですね。熱いね。気持ちがどうしても船橋がいいんだって言ってた理由を今日ね初めて聞けたんで、そして言ってましたもんね、始まる時にまずは船橋だけどいつか地元にも。そうですね、やっぱ福岡の方にもやっぱ出店はしたいなと思ってますね。目標としてはやっぱ全地方いいですね。大阪、名古屋、九州出せたらやっぱ最高だな。それはすごいですよね。でもねやっぱり今後の夢みたいなものね、やっぱりほら相撲終わると一個こう自分が目標としてきたものが終わるじゃないですか、だけど次なる目標がまた出てきて、それがまた今までお世話になった人たちへの恩返しだっていうところでね、胸打たれるもんありますよね。なんかね、はいね、いい話もいろいろと聞けたのでね、もうそろそろほら鮮度も悪くなってくるし、一回ちょっとハゲてね、いいですかね、それでねもう食べていきたいんでね、ぜひじゃあちょっと一回ハゲていきましょう。親方チャンネル、はい、今日は本当にいろいろとありがとうございました。本当ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや本当美味しかったです。ありがとうございます。はい、まあ相撲人生ね、長くやっぱりいろんな経験してきたと思いますけどね、やっぱり相撲を通してこう経験してきたこと、そしてその経験が今に生きてきてることなんていうのを最後にちょっと聞かせてもらえたらなと思うんですけど。相撲はやっぱりこう礼に始まり礼に終わる。だからやっぱ最後お客様が帰る時にしっかり頭下げてちゃんと感謝の心を持って送り出す。やっぱそういうのもやっぱつながってるし、相撲はやっぱ忍耐だったので、飲食店ってやっぱこうずっと常にいいわけではないので、やっぱこういうふうな浮き沈みがあるので、そういうのをしっかりと耐えながら頑張っていきたいなと思ってます。はい。じゃあ最後にもう一言お尋ねします。はい。ズバリあなたにとって相撲とは？相撲はやっぱり自分を育ててもらったものなので、焼肉やりながら少しでもやっぱ今後相撲に恩返しできたらいいなと思ってます。はい。ありがとうございます。本日お世話になりました焼肉ホルモン松鳳山の店長、そして元小結松鳳山の松谷優也さんでした。ありがとうございました。はい、カットありがとうございます。いやどうした。いやありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとなんか真面目に締めてるけど、とはいえっすよ。ちょっとラスト一個だけいいですか。あなたにとって荒磯とは？僕にとって荒磯とは、まあめんどくさい後輩です。でも愛がある。でも愛がある。いや閉まりましたね。明日も店予約します。お待ちします。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。はい、この動画を見て焼肉ホルモン松鳳山に来たいと思った皆さん、シェア、そしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。